皆様明けましておめでとうございます。EX ジャパンの高井です。いつも弊社ジャパンパワーをご愛顧いただきありがとうございます。本日は昨年のハイライトをグラフを見ながら振り返ってみたいと思います。まずは外観をお話しします。取引量は前年の73テラワットアワーから昨年は149テラワットアワーに倍増いたしました。お客様の数も前年末から30社増えて119社となりました。その内訳も日系企業が16社、外資系企業が14社とバランスよく増えております。JEPX との対比でも前年の 29% から昨年は 53% に伸びました。また弊社のシェアも 97% と通年で高水準を維持しております。好調の背景ですが、顧客基盤の拡大に加えて1社あたりの取引量が増えたことがあります。また、昨年新規上場しました年度物、チューブエリア、オプションなどが活発に取引されたことも挙げられます。それではグラフを見ながらもう少し詳しくご説明したいと思います。まず最初に取引量ですが、前年から倍増、枚数は7割増しとなりました。幅の長い年度物と季節物が多く取引されたことがわかります。ちなみに、今月も昨年の倍のペースで取引が始まっていて、幸先のいいスタートになっております。一方で、件数は約3割増にとどまりました。出来高に比べて、件数の伸びが鈍いのは、1件あたりのボリュームが増加しているためであります。次に、取引量における商品別の分布を見ておきます。10月に上場した年度物が1割も取引量に貢献しております。季節物と合わせて全体の半分近くを占めたことは、年度ベースの相対現物取引のヘッジとして先物が活用されているものと考えられます。一方で、枚数で商品別の分布を見ると、日時や週時といった短期物商品の比率が増加しております。短期物を取引する企業の数は約20社にまで増えてきております。地域別で見ると、東京が7割、関西が3割、年末に上場した中部が 1% となりました。中部エリアは東京・関西に次いで大きな電力消費地でもあり、今後取引量が伸びることが期待されます。スポット市場との比較では、年々先物が相対的に伸びております。先物の取引量がスポットに追いつくのは時間の問題ではないでしょうか。電力先物における弊社のシェアは3年連続で 95% 超を維持しております。高シェアの背景には、日系企業のヘッジニーズに対して、海外企業のリスクテイクのインタレストがうまくマッチして流動性を生んでいるものと考えられます。これが電力においてグローバルに展開する弊社を差別化する最大の要因ではないでしょうか。これが取引参加者の構成であります。ご覧の通り、属性の異なる日系及び外資系企業がバランスよく参加しております。流動性を生む最大の要因が参加企業のダイバーシティということかと思います。弊社では年に2回イベントを開催しております。今年は6月第1週にアニバーサリーイベント、10月第4週にジャパンパワーサミットを予定しております。昨年秋には国内外から700名を超えるお客様にご参加いただきました。情報収集とネットワーキングにご活用いただければ幸いであります。最後になりましたが、EX ジャパンパワーへの参入をご検討の皆様、お気軽にご連絡いただければ幸いです。本年もどうぞよろしくお願いします。